はい皆様こんにちは。中の人が長尺ポエム野郎でおなじみのずんだもんなのだ。今回はエニックスから発売されたドラゴンクエスト4がテーマとなっております。書籍及びインターネットで調べた情報と中の人の経験とで進める。非常にお詳しい方、動画の間違いをこやつめでスルーできない方はブラウザバックを強く推奨する。2時間の動画を 100% 完璧は不可能で、以前は10時間くらいかけてチェックしていたが、余命半年の体となり、その時間を削る。 YouTube は一部の修正はできないのだ。ボンミスのご指摘いただいても動画を上げ直すしかない。それでもよいよという方は少々お付き合いいただきたい。1、概要。ドラゴンクエスト4導かれし者たちは1990年2月11日に日本のエニックスから発売されたファミリーコンピュータ用ロールプレイングゲームである。ドラゴンクエストシリーズの第4作目であり、 FC 版として発売された最後のドラゴンクエスト作品である。シリーズ1作目から3作目までは1年に1作のペースで発売されていたが、本作は第3作から2年のブランクを経て発売された。また前作の発売日の混乱を教訓に、混乱を避けるためドラゴンクエストシリーズとして初めて平日ではなく日曜日に発売された。本作での新たな試みとして5つの章に分かれたシナリオ、 AI による戦闘システムや5人以上の仲間キャラクターと同時に冒険できる馬車システムが導入された。タイトルロゴには城が描かれている。後に発売されたドラゴンクエスト5天空の花嫁、ドラゴンクエスト6幻の大地とともに天空シリーズと呼ばれ、その第1作となる。前作までと同様にゲームブック化や小説化、ドラマ CD 化が行われたほか、スピンオフ化や本作の世界設定を元にした外伝的な漫画作品も登場した。また本作の発売と同時期にドラゴンクエスト4コマ漫画劇場が始まり、ここで多くの漫画家によって創作された二次的なキャラクター造形は後のリメイク版にも影響を与えた。開発スタッフ、プロデューサー千田幸信、ディレクター中村浩一、シナリオ堀裕二、プログラマー内藤寛、山名学、音楽杉山浩一、美術鳥山明。開発はチュンソフト。1984年にゲームクリエイターの中村浩一が電気通信大学在学中に設立したゲーム会社。中村の友人らが株主となり、調布市の賃貸マンションの一室で社員5人により活動を開始した。第1作は1985年の PC6001 版ドアドアマーク2であった。会社の名前は中村浩一の中と麻雀の春に由来する。ファミコンブームの到来によってファミコン版ドアドアのヒットで経営を軌道に乗せることに成功し、以後開発した家庭用ゲーム機のゲームソフトをエニックスから発売していた。ドラゴンクエストシリーズの生みの親堀井雄二に依頼され、第1作ドラゴンクエストからドラゴンクエスト5天空の花嫁までのプログラミングを担当している。ドラゴンクエスト4はゲームを5つの章に分割し、それぞれが異なる主人公に焦点を当てている点でシリーズの他の作品と異なる。最初の4つの章は勇者の将来の仲間の視点から語られ、5番目の章は勇者の視点で世界を救う旅を始める際に全てのキャラクターが集まる。リメイクでは6番目の章が追加された。ドラゴンクエスト4は最初の3作に比べていくつかの新しい機能を提供したが、以前のゲームで導入された多くの機能を引き継いでいる。同様の機能には昼と夜のサイクル、船と空飛ぶ乗り物、今回は熱気球での移動機能、3段階の鍵がある。また旅の扉もあり、パーティーはワールドマップ上でほとんど移動せずに長距離を移動できる。ドラゴンクエスト3の勇者とは異なり、ドラゴンクエスト4の勇者は馬車が利用可能になるとパーティーにいる必要はない。それにもかかわらず勇者は最も強力な回復呪文と攻撃呪文を持つキャラクターである。多くの呪文、武器、防具、ショップは過去のゲームと同じように機能する。新しい小ベースのストーリーラインに加えて作戦と呼ばれる人工知能システムが実装され、プレイヤーは勇者を完全に制御しながらダメージ、回復、
MP の節約を優先するなどの戦略をパーティメンバー最終章で NPC になるに提供できるようになった。このゲームで初めて導入された馬車により、プレイヤーは戦闘で使用するキャラクターを選択できる。馬車はドラゴンクエスト5、ドラゴンクエスト6、ドラゴンクエストモンスターズ、キャラバンハートにも登場する。小さなメダルは人里離れた王から特別なユニークなアイテムを探して交換するための新しいアイテムとして導入された。ゲームのセーブは王様に話しかけるのではなく、教会でセーブできるようにすることで簡単になった。初代ドラゴンクエストの形式に戻り、コマンドメニューの扉コマンドを使用してユーザーがドアを開けられるようにした。オリジナル版ではゲームは5つの章に分かれている。最初の4つの章では勇者のパーティーメンバーの背景が描かれ、5番目の章では勇者自身が他のキャラクターと出会う様子が描かれる。第1章では兵士のライアンがバーランド王から近くの町で行方不明になった子供たちを探すよう命じられ、人間になることを夢見るホイミスライムと友達になる。ライアンは誘拐の犯人であるモンスターを見つけて倒し、子供たちを家に返す。その過程で彼はモンスターたちが伝説の勇者、まだ子供であるはずを探して殺そうとしていたことを知る。ライアンは家を出て彼らを守るために旅立つことを決意する。第2章ではおてんばな王女アリーナと教育係の魔法使いブライト神官クリフトが自分の強さを証明するために旅をする様子が描かれている。旅の途中でアリーナの父親は世界の終わりを描いた夢を語った後、声を失う。声を取り戻した後、彼女はエンドールの町に行き、格闘技トーナメントに参加する。彼女は現れなかったピサロという名の戦士を除く全ての戦闘員を倒す。勝利後、彼女は故郷の城に戻るが、住民全員が行方不明になっているため、全員に何が起こったのか調べるために旅に出る。第3章では故郷の武器店で妻と幼い息子と働くつつましい商人トルネコの物語が展開する。トルネコの夢は自分の店を持ち、世界一の商人になることである。旅をして訪れた町で人助けをするうちに、トルネコはついにエンドールの店を買う許可を得る。トルネコはすぐに資金を集めて店を購入し、家族をエンドールに移住させた。妻と商売を成功させた後、トルネコは伝説の武器一式のことを耳にし、隣の大陸に通じる地下通路の建設に資金を提供し、その武器を探しに出発する。第4章ではダンサーのマーニャと占い師のミネアという2人の姉妹がバルザックに殺されたことへの復讐を企てている。父親の元弟子とチームを組むことで、姉妹はキングレオ宮殿への侵入と犯人の捜索に成功する。姉妹はバルザックを倒して父親の殺害の復讐を企てるが、バルザックの師匠であるキングレオにすぐに敗れ、地下牢に投げ込まれる。その後、姉妹は大陸から逃げ出し、エンドールに向かうことを決意する。そこで姉妹は新たな敵と旅の途中で知った伝説の英雄についてもっと知りたいと考えていた。第5章はゲームの主人公である勇者の物語である。勇者の故郷が人殺しのピサロ率いるモンスターに襲われるところから始まる。勇者は何とか逃げ出し、前章の主人公たちと合流する。彼らは一緒にキングレオやバルザックを倒すなど、様々な偉業を成し遂げ、世界を救うために選ばれた者だけが着用できる装備である天空の武具を集める。後に彼らはピサロをスパイし、悪の支配者であるエスタークが目覚めたことを発見する。彼らはエスタークの宮殿に行き、ピサロの信奉者たちが彼を発見したちょうどその時、エスタークを倒す。ホリー・ユージ氏によると、以前のドラゴンクエストゲームにはそれぞれ紋章とオーブがあったように、プレイヤーが集めて回るものを作りたかったという、それが小さなメダルである。イラストは漫画家鳥山明氏によって描かれ、彼はシリーズの以前のゲームのイラストを提供し、将来の全ての作品でも続けることになっていた。しかし、2024年3月1日へ移民される。日本で発売されると、発売後1時間以内に130万本のカートリッジが完売し、140億円の収益を上げた。1992年までに日本で300万本を売り上げた。ファミコン版は310万本を売り上げ、前作のドラゴンクエスト3に次いでファミコンで4番目に売れたゲームになった。
ドラゴンクエスト4はシリーズで初めてスピンオフ作品が生まれたゲームでもある。商人トルネコは店を拡大するためにクエストに挑むという独自のシリーズに出演するほど人気があった。これらのゲームはエニックスが制作し、チュンソフトが開発したローグライクおよびランダムダンジョンゲームであるトルネコの大冒険である。これらのゲームの成功は後に不思議のダンジョンシリーズの制作に影響を与えた。制作者インタビュー。ここで制作直後のインタビューをお届けする。堀井裕二、ディレクター、シナリオライター、若須賀別麦、中村光一、プログラマーは四国メタンでお送りする。あ、やっと終わりました。ずいぶん時間がかかりましたね。ドラクエ4の開発はいつから始まったのでしょうか。ドラクエ3が完成したのは1987年の10月か11月頃だったと思います。それからドラクエ4に取り掛かったのはその2ヶ月後くらいなので、去年1988年の1月だったと思います。最初から5章構成のストーリーと AI バトルをやりたいと思っていました。開発はいつものように恒例の社員合宿からスタートしました。しかし私たちが最初に泊まったロッジの近くにはレストランや食べ物がなかったことを覚えています。そうですね、失敗でしたね。すごく寒くて夕食を食べながら暖を取るためにあちこち歩き回っていたのを覚えています。そんな幸先の良い状況でドラゴンクエスト4の開発が始まりました。笑い。あの合宿でドラクエ4の基本的な部分はほぼ決まったと思います。その後3月にスペインに行って城を見てゲームのアイデアをもらいました。この時点で AI システムの細かい部分以外はほぼ決まっていました。そうですね。そこから6月くらいまでは全ての会議が AI 中心でした。当初から AI 戦闘システムという構想はあったのですが、6月に形が固まるまでは正直実現できるかどうか不安でした。最悪の場合のバックアップとして手動戦闘モードを作ろうという話もありました。笑い。とにかく6月にまとまったものができたらシナリオ、モンスターのグラフィック、ステータス、マップなど残りの作業を並行して進めていきました。その間もチューンソフトではバトルシステムのプログラミングをやっていました。そういえばドラクエ3に比べてドラクエ4のマップ作りはすごく時間がかかりましたよね。ダンジョンやタウンマップは前作は全部自分で描いていたんですが、今回は新人スタッフに描いてもらってそれを見て修正したり、やり取りがすごく多かったです。1マップに対して少ない時は2、3回やり取りするんですけど、多い時は6、7回やり取りするんですよ。だからドラクエ3よりもマップ作りにすごく時間がかかりましたね。そうなんです。マップが送られてきて実際にプログラムしてみたら修正しないといけないのが本当に大変でした。みんなの作業量が倍増したような気がしました。笑い。マップは昨年末の時点で 90% 完成していました。本当は10月には NPC の配置も含めてほぼ完成していたんですが、思い切って全部書き直しました。これでは物足りないと思ったんです。なのでマップが 100%、NPC の配置も含めて完成したのは今年の1月でした。AI システムもいろいろと問題があって完成したのは今年の6月でした。ロッチでも当初の構想からいろいろ変えていきました。AI だけでも丸1年、88年6月から89年6月かかりました。 AI システムの構築は非常に難しかったようですが、なぜこのチャレンジをしようと思ったのですか？ドラクエ3まではある意味過去の RPG をモデルに良いところを拾ってプレイヤーに分かりやすく提供しようとしていたんです。でもドラクエ4ではモデルがなかった。自分たちで全く新しいものを作らなければならないという課題に直面しました。そこで AI バトルシステムを実装するというアイデアが浮かびました。ドラクエ3はこれまでのゲームの中でも戦闘システムがかなり完成度が高かったので、そのシステムはそのままにしてストーリーだけを変えるというのも選択肢の一つでした。でもエニックスやチューンソフトの誰もそれをやりたがりませんでした。全く新しいことをやるということにすごく不安があったのは否めませんね。それはすごく心配でしたね。でも今はそうでもないですね。まだ少しはあるかもしれないですね。笑い。前作ドラゴンクエストで慣れ親しんできたマニュアル操作のバトルシステムを変えるのは不安もありましたが、 AI システムの構築はうまくいったと思います。
完成した AI システムについては少し後悔しています。ロッチでこのシステムを思いついた時、一番最初にワクワクしてやろうと思ったことは完璧にはできなかったかなという気がします。もう少し時間があれば。それは具体的には何だったんですか？将軍になって戦略的に戦闘を指揮するという感じがあまり出せなかったと思います。残念ながら AI が完成してからは試行錯誤する時間はあまりありませんでした。完成して初めてシステムの長所と短所が分かってきたのですが、その時点では根本的な修正は容易ではありませんでした。あと物足りないと思ったのは馬車ですね。馬車には10人までキャラクターを乗せられるんですが、残念ながらゲーム上戦略的にキャラクターを入れ替える必要は全くありません。でもこれなら好きなパーティーを組んで同じキャラクターで旅を進められるので、それでいいんじゃないかなと思います。ドラクエ4の攻略本から可愛いイラストが入っていた主人公に扮するホリー。ユージさんが馬車に残されたパーティーメンバーも経験値を獲得すると説明し、アリーナ、トルネコ、マーニャがメモを取っている。 HP や MP が減ってきたらメンバーを入れ替えるという設定になっているんですが、そういう命がけの戦闘は少ないのでほとんど入れ替える必要がないんです。ドラクエ4の戦闘は比較的簡単です。 RPG に激しい戦闘を詰め込みすぎるとプレイヤーにとってストレスが溜まりすぎると思います。ドラクエ4の中ボスはかなり手強いですけどね。そうですね、不満はありますが全体的に見ると AI システムは成功だったと思います。むしろドラゴンクエストだからこそ分かりやすい AI システムを作ることができたと思います。 RPG の戦闘システムにこれだけのアルゴリズムやルーチンを作るのは膨大な時間と労力がかかりますが、ドラゴンクエストはシンプルだからこそ実現できたと思います。他の RPG でもこのような AI 戦闘システムを実装できるのか、それは分かりませんが、つまりドラゴンクエスト4は完全な AI システムです。主人公以外は手動操作は一切ありません。最終ボス戦も AI で戦います。火ダメージ魔法やアイテムなど全て AI が判断します。膨大な量のロジックルーチンをプログラムしなければなりません。既存のドラゴンクエスト戦闘システムの枠組みを使わずにゼロからそのようなものを作るのは控えめに言っても非常に難しいと思います。 AI システムのプログラミングは何回回収したんですかね。12回だから1年以上かかったんですよ。最初は AI があまり賢くなかったんです。プログラミングが悪かったのではなくてアルゴリズムが悪かったんです。そうですね、バグではなく基本的なロジックに問題があったんです。最終的にはより良い選択肢を選ぶ AI を作ることができましたが、 AI が常に最良の選択肢を選ぶようでは戦略の意味がなくなってしまいます。賢すぎる AI も問題があるということが分かりました。最初はマニュアル操作を追加するという話もありました。でもそれをやるとみんな AI ではなくマニュアル操作をしちゃうだろうなと思って、あえてマニュアル操作は完全になくしました。 AI の操作性を高めるために戦略コマンド、ガンガン行こうぜ、命を大事に、呪文を節約なども追加しました。自分が戦いを指揮している感覚を味わってほしいと思ったんです。でも結局 AI を賢くしすぎてしまったのでマニュアル操作は残しておいた方が良かったんじゃないかと思うこともあります。笑い。ということは最初は手動での戦闘オプションを残す予定だったんですか？いえいえ、追加したことはありません。計画のかなり早い段階でその決定をしました。最終的な AI システムは当初の構想とほぼ一致しましたが、そこに至るまでの過程、つまり実際にコーディングしたアルゴリズムは当初想像していたものとは大きく異なっていました。そうすると AI システムは一部のプレイヤーにとって分かりにくいものになると思いますか？いいえ、やってみればすぐにわかります。とてもシンプルです。そしてドラクエ3と比べても操作性が格段に向上しています。やり込み感もかなり減った気がします。キャラクターが全員揃ってギラとベギラマを覚えた状態で AI が状況に応じて呪文を決めてくれるのを見て AI の便利さを実感しました。あれはすごいと思いましたね。そうですね。ゲーム後半になると人間は普通はギラのような弱い魔法は使わないんですが AI は MP を効率よく使う方法を知っています。実際に戦っている敵の最大 HP も覚えてくれるんです。堀井氏とチームは巨大な木を登るなど以前よりもユニークな設定が特徴のドラクエ4のマップを特に誇りに思っていた。また堀井氏が他のスタッフにマップの作成を任せた最初のゲームでもあったが
どうやらリリース前にほぼ全てのマップに大幅な手直しが必要だったようだ。 AI が間違いを犯したり望まない行動をとったりすることはありますか？人間プレイヤーでも初めて敵に遭遇した時はミスをすることがあります。ですから最初は味方が変な動きをするかもしれませんが、何度もその敵と戦っているうちに味方も賢くなっていきます。そのうちバカな動きをしなくなるはずです。たとえ1回の戦闘であっても、味方はターンが進むごとにリアルタイムで学習します。そしてもし味方が無駄な魔法を唱えたとしても、運が悪くそれが効かなかったとしても、その敵に対して二度と無駄な魔法を使わないということではありません。味方は何度も試すほど賢いのです。 AI の仲間には一緒に戦う個性があるんですか？そうですね。戦士は主に戦闘、回復役はバックアップやサポートをメインにするという意味で、そういう性格はあります。でもゲーム内の性格通りに戦うわけではないんです。例えば強情でマイペースなアリーナは戦闘ではそういう行動はしません。ブライやクリフトはストーリー上はアリーナをサポートしているからといって戦闘でだけそういう行動をするわけではありません。そういう要素を入れることも考えましたが、最終的に満足のいくゲームになるかどうかは分かりませんでした。モンスターを仲間にすることも考えましたが、このゲームでは AI システムで十分だと思いました。 AI 以外にドラクエ4で誇りに思っている部分はありますか？ダンジョンに関しては素晴らしいアイデアがたくさんありました。木の上で行われるものなど素晴らしいものがたくさんあります。ほぼ全てのダンジョンに見た目的に面白い仕掛けがあると思います。どのダンジョンにも何らかの仕掛けや罠があります。ダンジョンは最後に一つのイベントがあるだけというのが一般的ですが、今回は本当にユニークな仕掛けを詰め込んでいます。ちょっとやりすぎたかなという気もしますね。ダンジョンは小さいんですか？いや、特にないですね。中にはでかいのもあるしね。そうですね。でも同じようなフロアや階段が続くだけのダンジョンは嫌いなんです。 RPG ではよくあることなのかもしれませんが、それは絶対にやらないようにしたんです。ドラクエ4のダンジョンの難易度はどのくらいですか？簡単だとは言いません。ゲームバランス的にも重要なんです。開発初期からマップを歩き回っていると馬車に乗っているパーティメンバーも経験値を獲得するように決めていました。これはキャラクターのレベルが下がって使えなくなるのを防ぐためです。ただそれだけだとつまらないので、変化をつけるためにダンジョンに入るときは馬車から降りるようにしました。そうすることでプレイヤーの恐怖感や緊張感を高めたかったんです。でもよく考えてみると、ドラゴンクエストシリーズはレベル上げはほとんどがダンジョン内で行われる。ダンジョンには強いモンスターもいる。ダンジョンに馬車を置いていかないといけないと、キャラクター間のレベル差が大きくなりすぎてしまう。そこで馬車を持ち込めるダンジョンをいくつか作った。馬車が手に入るのは5章までです。そこから先は残りのダンジョンの4割くらいで馬車を持ち込めるようになると思います。1990年にエニックスがグッズ販売に力を入れていたことの証拠として、この珍しいアリーナバレンタインのプロモーションチラシには、全国のデパートや玩具店で入手できるさまざまなドラクエグッズが掲載されていた。ドラクエ3ではアイテムやゴールドを保管できる銀行がすごく便利だと思いましたが、復活する予定はありますか？そうなんですかね。そういう便利機能は一度作品に取り入れたらもう外せないんですよね。例えば今ルーラをなくしたら怒られちゃうじゃないですか。小さなメダルのアイデアはどこから生まれたのですか？ドラクエ4は複数章からなるストーリーで、最終的に8人のパーティメンバーを集めることになるので、そこにストーリーアイテムを集める要素を追加するのはやりすぎだし面倒だと思ったんです。でもオーブや紋章を集めるのは間違いなくドラゴンクエストの魅力の一つなので、プレイヤーの皆さんに何か集める要素を提供したいと考えました。コインというのが最初のアイデアで、小さなメダルはもともと金貨でした。でもその名前だとカジノのコインと間違えられやすい。そこでドラゴンクエスト3の小さなメダルのアイデアを思い出しました。それで名前がついたんです。笑い。ドラゴンクエスト4は3とは全く異なる設定とタイムラインで展開されます。そうですね。全然違いますが、第1章と第2章はドラゴンクエストとドラゴンクエスト2を彷彿とさせる部分があって、最初は一人で冒険を始め、
次にパーティーメンバーを組んで冒険をします。ドラゴンクエストを初めてプレイする人にも前作の楽しさを味わってもらいたいと思ったんです。第1章はすごく短いです。僕らとしてはクリアするのに2時間もかからないと思います。初めてプレイする人でも3時間くらいでクリアできると思います。第1章は城が1つ、町が1つ、ダンジョンが1つなどドラクエ3のアリア班に似ています。第2章は第1章に比べてかなり長くなっています。第3章のトルネコ編はとても好評のようですね。ユニークですからね。そうですね。お金をたくさん集めなきゃいけないのですごく嫌がる人もいたんですけど、でも気に入ってくれた人はすごく喜んでくれたみたいです。堀井さんにとってはそういうちょっと違う方向に行くシナリオを書くのが一番面白いということでしょうか。あまりないですね。ドラゴンクエストってある一定の枠組みがあって、そこからあまり外れてはいけないんです。どちらかというとシナリオに少し手を加えて差別化を図っていく感じですね。ちなみに堀井さんはどの章が一番好きですか？第5章かな。 AI や馬車が登場するところやそれまでの章とつながるところですね。具体的な部分で言うと第5章の冒頭のシーンが特に好きです。笑い。確かにあのオープニングはかっこいいですね。あれは中村さんのアイディアなんですか？スタッフ同士のブレインストーミングで出てきたアイデアなんです。そうですね。第5章はパーティーメンバーが揃うので AI を存分に楽しめると思います。ただ後半になると AI が本領を発揮するようになるのですが、あっという間にゲームオーバーになってしまうのが残念なところでもあります。もう少しシステムを楽しんでもらえたらよかったなと思います。そこはジレンマですね。AI の進化が発揮されるのは8人揃ってからですね。でも AI をもっと楽しめるようにバトルを長くするとプレイヤーがイライラしたり疲れたりすると思います。今回はセリフを書くのに時間がかかりましたね。7ヶ月以上ですね。正直甘く見ていました。第5章は第1章から第4章の半分くらいの時間で終わるだろうと思っていたのですが、そうでもなかったんです。第5章はすでに訪れた場所も含めてセリフを全部変えないといけないので、第1章から第4章を合わせた時間よりも長くかかってしまいました。本当に終わらないんじゃないかと思った時期もありました。笑い。ドラゴンクエスト3では女性の勇者を選ぶと冒頭でお母さんが私はお前を男として育てたと言い出すのですが、すごい家庭だなと思ったのを覚えています。笑い。ドラゴンクエスト4では男キャラでも女キャラでもセリフはそんなに変わらないんです。ドラクエ3では違いが足りないと不満の声が多かったので、もっと違うところを入れようと思っていたんですが、なかなか手が回らなかったんです。笑い。男主人公、女主人公という選択肢があることすら忘れているような気がしました。笑い。一瞬だけ意識したんですよ。途中でまた思い出してもうどうしようもないなって笑い。ドラクエ4はドラクエ3の2倍のメモリを搭載しているので、当然セリフも2倍になります。実際2倍以上ありますよね。セリフだけでもドラクエ3の3倍くらいありますね。それでも最後にはカットしないといけないセリフもありました。そうですね。なくなってしまったら悲しいセリフはたくさんありました。作品に彩りを添えてくれたセリフがいっぱいあったので。ドラクエ3ではさらにひどかったですね。メモリが少なすぎてイベントを丸ごとカットしなければなりませんでした。イベントが次々と。ドラクエ4では全てを収めるためにセリフを少しカットしただけで済みました。そうですね。全体的に削るイベントは少なかったですね。というか堀井さんが合わないと思ったら最初から作らないという感じでしたね。笑い。ドラクエ3のカットシーンやイベントはドラクエ4に収録されていますか？実はドラクエ2の時から入れたいと思っていたものが4でもまだ入れられていないことがたくさんあって、モンスターのグラフィックはカットしています。杉山先生の曲も未だに日の目を見ていないものがいくつかあります。実はドラクエ4ではそういった昔の曲を何曲か使っています。ドラクエ4ではその音楽がすごくうまく使われていると思います。全体的にドラクエ3よりもクラシック音楽っぽい感じになっています。杉山先生にまずは作曲してもらって、それをシーンに合わせていくのか、それとも。いいえ、違います。まずは杉山先生に絶対に必要だと分かっている曲を作ってもらいます。その後村やシーンなど別の曲がいいなと思ったらその曲をお願いするんです。
こうすることで使わない曲が残らないようにしています。ドラゴンクエスト4の曲の中ではレクイエムのエレジーがすごく好きです。個人的には名曲だと思っています。ドラゴンクエストのレクイエムの中でも一番いい曲だと思います。すごく好きなので誰か歌詞と歌をつけてほしいです。笑い。ドラクエ4のバランス調整には時間がかかりましたか？実はバランス調整にはあまり時間がなかったんです。そうですね。その点ではドラクエ3の方が良かったですね。ドラクエ3は全ゲームの中で一番バランスが良かったと思います。ドラクエ2もバランス調整に時間が足りず難しすぎてしまいました。ドラクエ4もバランス調整に時間が足りなかったですね。それでもドラクエ2よりもドラクエ4の方がバランスはいいと思います。まあ不思議なんですけど、人間って難しいものを覚えているんですよね。ドラクエ2は難しかったからこそドラクエ最高傑作だっていう人もいるし、苦労した分だけ記憶に深く刻まれている。それに対してドラクエ3はすごくバランスが取れていたので、終わった時にすっきりした気分になれるんです。笑い。ドラクエ4はドラクエ3より少し難しいですね。でもダンジョンが長すぎるとか2歩ごとに敵が出てくるとか、そういうひどい場面はないですね。ドラゴンクエスト4 1989年インタビュー。ドラクエ4では街にいる NPC はプレイヤーに情報を伝えるための単なるメッセンジャーではなく、それぞれが自分の人生を生き、それぞれのドラマを持っています。またこれまでのドラクエの主人公は基本的にプレイヤーのアバターでしたが、ドラクエ4ではそれぞれに物語やドラマがあります。以前の作品では最終ゴールに向かって進んでいくのが楽しかったです。それはドラクエ4でも健在ですが、メインクエストに織り込まれた人間関係も本作の大きな魅力になっています。ドラクエ3の昼夜システムは好評だったので4でも当然採用しました。 RPG はもともと NPC との会話が多いです。一人ずつ話しかけるだけでも時間がかかります。そのためドラクエ3ではゲーム世界での行動に応じて変化する会話を追加しようとはしませんでした。実際にはプレイヤーにとって負担が大きすぎるとは思わなかった限られた特別な状況では追加しました。実際ドラクエ3ではコートピアという街にそのような特別なシーンを一つ作る予定でした。主人公が宿屋に泊まった時の話です。昼間は普通の宿屋ですが、夜になると暗闇の中でカサカサという音が聞こえてきます。目を覚まして持ち物を確認すると、大変な苦労の末に手に入れたはずの最後の鍵が消えていることに気がつきます。慌てて街のみんなに聞き込みを始めます。そういえば昨夜変な音を聞いたな。手がかりを追っていくと主人公は驚くべき発見をします。しかしこれはメモリを使いすぎました。残念ながらカットせざるを得ませんでした。 RPG でマップの大きさを競っていた時代はもう終わりました。今はコンテンツが重要で量より質が重要になっています。そのためドラクエ4のマップはドラクエ3とほぼ同じサイズです。もちろん町や城の数は増えています。しかしドラクエ3には70個ほどのダンジョンがあり、それを140個などと倍増させるわけにはいきません。4メガビットに拡大されたサイズはより深く充実したコンテンツのためだと思ってください。またダンジョンに関しても迷路を進むだけでは飽きられてしまうと思います。そこでドラクエ4では複雑な迷路をなくし、代わりに様々な罠や仕掛けを盛り込んでプレイヤーを楽しませるようにしました。モンスターはドラゴンクエストの目玉ですが、鳥山さんはその仕事をしています。ドラクエ4で鳥山さんが描いてくれたイラストは本当に素晴らしくて、いろいろな特殊攻撃のパターンを考えるきっかけになりました。面白い見た目のモンスターもたくさんいて思わず笑ってしまいました。ドラクエ3よりもさらにおかしなモンスターが増えたと思います。メニューとインターフェースの改訂。我々が直面した課題の一つはアイテムの購入と購入数量の指定のシステムが不便だったことです。例えば薬草を購入すると店員が何個購入するか尋ねます。しかし銅の剣を購入するときにも同じことを尋ねます。銅の剣を1本以上購入する人がいるでしょうか。また薬草などのアイテムを購入するときだけ商人がいくつですかと尋ねるのも奇妙に思えました。
ショップ、メニューのその部分を更新することさえ困難であることが分かりました。しかし、ゲームごとにイライラする部分を徐々に解決していると思います。会議では、誰もがそのような点について不満を述べています。メモリ制限とノートブックコマンド。すべての RPG の宿命とも言えるでしょうが、パズルや謎を解くとなると、十分な時間が経過すると、プレイヤーは聞いたヒントを忘れてしまいます。ドラクエ3では、その日に聞く情報のほとんどを同じエリアのパズルに関連づけることで、この問題に対処しました。しかし、これではゲームのイベントが非常に断片的で、バラバラな感じになります。人々はこれにあまり満足せず、ドラクエ4ではストーリー要素をもっと強調したかったので、ゲーム全体を通して伏線を増やしました。しかし、これはジレンマを招きます。以前、私たちはドラゴンクエストにノート、コマンドを追加することについて話していました。これは、聞いたことをすべて覚えられないプレイヤーのために、様々な街の人々の発言を記録するものです。しかし、一つのエントリーを記録するのに約5バイトのスペースが必要でした。50人の会話を記録すると、250バイトになります。それだけのメモリを消費する余裕はなかったので、このアイデアを断念しなければなりませんでした。カートリッジのエスラムは、ノートの記録以外にも多くのことに使用する必要がありました。実際のファミコンシステムのわずか 2KB のラムを補うために、カートリッジの S ラムを戦闘 AI、マックストレージなどに使用しなければなりませんでした。S ラムを追加すると、ゲームの価格が約2000円上昇しますが、ドラクエ4にはすでに2つの S ラムチップが搭載されていました。ドラゴンクエストの続編について、もし別の物語を書いていたら、ロトを続けることができただろう。物語は終わりました。でも、全く新しい物語を始めることで、もっといいゲームが作れるのではないかと思いました。ドラクエ4のストーリーも、新しい3部作の始まりになるのではないかと考えています。続編を作るには2つの方法があると思います。ゲームシステムは全く同じままにして、ストーリーだけを変えるか、ゲームシステムを進化させるかです。ドラゴンクエストが成功したのは、続編ごとにゲームシステムを常に更新してきたからだと思います。しかし、あまりに急激な変更を加えると、新しいプレイヤーを遠ざけてしまうリスクがあると思います。そのため、ドラクエ4では、以前のゲームよりもゲームシステムの変更を少なくしました。もしドラクエ4をスーパーファミコンで作っていたら、一番大きな変化はグラフィックです。グラフィック性能が上がることで、新しいイベントやシナリオを作れるようになるかもしれません。でも、可能性を広げてくれるのはメモリだと思います。ドラゴンクエストを制作するたびに、予定していたものの3分の1くらいは削らないといけないので、メモリがもっとあれば、自由度がぐっと上がると思います。サイドストーリーのためのスペースが増えるだけでも、ゲームの質が上がると思います。理想的には、モンスターと戦うことが必ずしも主な目的ではないゲームがあったら素晴らしいと思います。モンスターと戦うこともできますし、単に他のことをしたいだけかもしれません。そこで問題になるのは、いわゆるマルチエンディングだと思います。ゲームに5つのエンディングがあり、プレイヤーが1つしかクリアしなかった場合、満足感が得られないのではないでしょうか。他のエンディングを見るためにゲーム全体をもう一度プレイしなければならないのは面倒ではありませんか。一方、最初から5つのエンディングがあることが分かっていれば、1つのゲームではなく、5つの異なるゲームをプレイしているようなものです。1つのタイトルに5つのゲームを入れるのではなく、1つのしっかりした良いゲームを作る方が良いでしょう。とにかく、それは難しい問題です。3、ファミコンおよびドラゴンクエスト技術的ポイント。ファミコンサウンドはもう過去何度も紹介しておりますので、さすがに省略しようかな、と思いましたが、夫婦で一生懸命作ったコンテンツであることからもう何回目か忘れましたが再掲する。1、ファミコンサウンド。ファミコンは2つの区形波と1つの三角波、ノイズ、DTCM と5つのチャンネルを持つ同時期の音源としてスタンダードであり、セガマーク3や MSX で採用された PSG 音源の代表である AYE38910 では1種類の区形波音色3ちゃんとホワイトノイズ機能しか持たない。2、区形波について。ファミコン区形波にはデューティ比というものがある。電子音の基本である区形波はオンとオフを繰り返す。前述の PSG のデューティ比率は 50%。同じ間隔でオンとオフを繰り返す馴染みのある音色だ。
これに対してファミコンの区形波の特徴はこの隆起比率の変更が可能だ。50%、25%、12.5% から選択可能である。それぞれの音を聞いてみよう。演奏は YMCK マジカル8ビットプラグニを利用している。隆起比率 50% といえばこの曲。隆起比率 25% といえばこの曲。隆起比率 12.5% といえばこの曲。ファミコンはこの隆起比可変可能な区形波を2ちゃん持つ。単純にそのままでの演奏も可能であるが、これらは細かい組み合わせが可能であり、ファミコンにしか出せない音色を奏でる。最初に隆起比 50% だけの物足りないドラゴンクエスト2待ちを弾いてみる。最初のアタックだけを隆起比 25% に変えたらこうなる。逆にアタックを隆起比 50%、その後を隆起比 25% とするとこうなる。このテクニックはドラゴンクエスト2以降用いられる。効果音への応用。最初に隆起比 50% だけの物足りない魔法攻撃音はこうなる。隆起比を 12.5、25、50と高速に変更すると、こんな音になる。区形波は音量を15段階に設定できる。減衰音の使用もできるが低機能で、ほとんどのゲームソフトではソフトウェアでリアルタイムに音量を変化させて表情をつけていた。この機能を使ってスイッチのオンオフではなく、本物の楽器のような表現をつけることができた。ここで ADSR のおさらいをしよう。例えばピアノの鍵盤を弾くと最初大きい音がして、離すと音がだんだん小さくなる。この現象の設定をエンベロープ、イニシャルを取って ADSR という。次に LFO、いわゆるビブラートのことである。低周波発信機の略ですごく低い周波数で揺らす。プロ歌手が声を揺らすテクニックと同じである。揺らすパターンは選ぶことができる。デチューンってなんだ？出力される音の周波数をわずかにずらす機能である。これは元の音と重ねて発生させることでコーラス効果を生み出す。桃太郎伝説の天の声の透き通った音を愛してやまない人も多くいるでしょう。ピアノでは鍵盤から手を離しても音は響く。ファミコンはすぐ次の音が鳴るため、その余韻がない。演奏順番に奇数偶数と区形配置ちゃんと2ちゃんが交互に演奏することで余韻のある演奏が可能になった。ドラゴンクエストではどうしても杉山浩一先生に光が当たりがちではあるが、これらファミコン時代のドラゴンクエストのサウンドクオリティの高さは、サウンド、プログラマーの技術と功績も大きい。3、三角波。ファミコンが他の PSG 搭載の機材と大きく異なるのが三角波の存在であろう。本来は綺麗な三角にしたいところなのですが、ファミコンのスペックで綺麗な三角形の音を出すのは非常に困難なのである。そこでこちらは疑似三角波と呼ばれておりまして、三角波は正確な三角ではなく16段階である。高い音域では気にならないのですが、低い音域ではこの角がノイズのように聞こえる。最も有名なのがドラゴンクエスト3の起動後の画面であろう。なんで起動画面でこの音鳴らしたのかは謎ですが、ドラゴンクエスト3では演出上曲が鳴らないので、多分起動確認用に鳴らしているのではないかと睨んでいる。この三角波は低音ではベースとして、時にはその笛のような音を利用して主旋律として、ファミコンらしい名曲を多数生み出した。ちょっと聞くだけでファミコンとわかるそのサウンドは、ファミコン音源の特徴とも言えるだろう。一つだけデメリットとして音量変更ができないという制約があるようである。4. ノイズ。ノイズは長周期と短周期の2種類があるが、短周期はファミコン初期型と後期型で音が異なるため、長周期が使われる。15段階の音量設定が可能であり、凍てつく波動、夜攻撃音、ハイハット、砂浜の音などでよく使われる。ノイズは爆発、打撃音などの効果音として使われることが多く、音楽ではドラム系やハイハット的な利用が多かった。
5、ラインバッファとスプライト。ファミコンの VRAM は 2KB である。どうして 2KB かというと、ファミコンでは 8×8 を1タイルとする。ファミコンの画面解像度は 256×240 ドット。一説には 256×224 ドットとも言われている。である。このブロックが 32×30 個並ぶ合計960個1つ1バイトの情報を持つ。それとは別にタイルに割り当てる色情報のアトリビュート情報の64バイトと合わせて1画面あたり1024バイト、1KBとなる。ファミコンは縦か横に2個画面を並べてると聞いたことがあるだろう。なので2画面分の 2KB となる。サターンなどはフレームバッファ方式のため、画面に描画する絵をそのまま VRAM に持っている。そのために VRAM 容量が大きいのだ。仮に64色の画像を VRAM に収めるとすると 256×240×6 ビットで 368KB、46KB 必要となる。ではファミコンではどうしているか。ファミコンなどはラインバッファという方式を採用している。フレームバッファは1枚絵を VRAM に保存しているのに対して、ラインバッファは画面の縦に140本を1本ずつ描く。その時に VRAM に書かれたアドレス情報と CPU が持っている情報で ROM カセットから直接背景画像とスプライト画像を持ってくる。スプライトはそんなにたくさん持ってこれない。ファミコンでは16ドットが4つが限界で、それを超えると表示できなくなる。それをソフトウェア処理で点滅させているのだ。点滅の他の方法がある。実際はスプライトは 8×8 ドットで8個までしか表示できない。9個目を表示しないということができる。これは四角い8ドットマスではなくてライン単位で表示できなくできる。この方法を使ったのが MSX 版パロディウスオープニングである。ひな壇でキャラがひょこっと出てくる。通常の方法では MSX の使用では不可能である。ではどうしているか。スプライトかけが発生するギリギリのスプライトを画面外領域に重ねておく。こうすることでキャラがひょっこりと出てくるのだ。これを使ったシーンがある。船が出港するシーンだ。BG1 面しかないファミコンが BG2 面あるように見える。2つの技術が使われている。ここで穂が桟橋を通過するのがポイントだ。海の絵は16パターン用意して順番に表示することで普通は海が動いているように見える。逆にスクロールしながらパターンを入れ替えると海が止まって船が動いているように見える。問題は桟橋だ。これもパロディウスと同じ技術でライン単位でスプライトかけを利用して描画している。左側にマスク用のスプライトが船と一緒に動いている。オイバンのスプライトを桟橋に設定することで桟橋の上を穂が通過しているように見える。色彩豊かなモンスター。まずは簡単にファミコンの色と絵の仕組みを解説する。54色の中から3たす1色のパレット、色のセットを BG、スプライトそれぞれ4本持っている。3たす1色のうちたす1というのは BG の場合は背景色、スプライトの場合は透過色となる。背景色は共通の1色である。つまり 3×4 たす 3×4 たす1合計25色が最大の表示色となる。敵キャラは基本は BG 面に描く。3色 ×4 パレットで12色となる。実際はもっと多くの色で敵キャラを表現している。またコマンド枠を超えるキャラもいる。ではどうしているか。ここでスプライトを使う。これにより色彩豊かな敵キャラを表示可能だ。しかし戦術のスプライト数制限がある。8×8 を横に8つ表示可能だ。これを超えないように敵キャラ数を表示している。広大なマップの圧縮。内藤寛さんの動画がわかりやすいので一部引用する。ドラゴンクエストではフィールドを 256×256 で描いている。マップキャラは32種類あり、5ビット、上位3ビットは使わずに1つの地形1バイトとすると 512kB と膨大な容量になる。ドラクエ3の4分の1となる。カートリッジの何分の1かをマップメモリで消費してしまうのだ。ここで過去何回か解説した圧縮方法が登場する。ランレングス法。海が32個並ぶと海32と表現する方法だ。しかし市松模様のように混み合った場所では逆に容量が増えてしまう。ここで頭がいい人が考えたハフマン法を併用する。ハフマン法はよく使
値を短いビット数で表現する方法である。よく使う地形を最初の7つに割り当てる3ビットとなる。残り5ビットで数量を表す最大32だ。たった1バイトで広大な海を表現する。ちなみに波打ち際は自動で配置される。では残りの25種類はどうするか。戦闘3ビットを111として残り5ビットで塔や町、祠などを表現する。これにより 10% 程度に圧縮が可能である。町などは昔のパソコンでよく見られたライン、ペイント法に近い方式で描画している。モンスターについて圧縮の言及はなかったが、初代ファンタシースターのように何らか圧縮していると思われる。クエストでカナが少ないのは容量削減のため。初代ドラゴンクエストでは以下のカナしか使えない。イカキコシスタとヘホマミムメラリルレロン。よくこれは容量削減のためと言われている。しかし実際はキャラクターデータのためだったようだ。こちらは初代ドラゴンクエストのキャラクターデータである。地形と同じくくりで文字も表現している。なおドラクエ1に使われているマッパーさん、バトユと背景足すスプライトの 256×2 個を一点に切り替えることしかできない。よって背景面に同時に表示されるフィールドの画像、戦闘時の背景画、文章のフォントは全て合わせて256種のタイルで賄わなければならないのだ。つまり文字を50文字用意するというのは ROM64KB 中の 1% 弱を使うだけでなく、タイルデータ256個中の50個、約 20% という量を占領することになる。これは無視できる量ではない。ドラクエ1のタイルデータは次のようになっている。上から109個が文字及び罫線、下147個がフィールド画像用である。ここから文字を増やせば増やすほど地形のバリエーションが減っていくわけだ。ちなみにドラゴンクエスト3および4ではカタカナ数は技術の進歩で38文字に増えている。4. AI システム概要。ドラゴンクエスト4の AI システムはクリフトのザキ連発に代表されるようによくネタに使われた。実際ダメなシステムだったのか。対ボス戦がいまいちだっただけで優秀な AI システムと言えるだろう。実際シリーズで命令させろが実装されたが、対ボス戦のパラメータを事前習得している4以降の環境ではよく働いた。毎回命令して進めるドラゴンクエスト4以前をファミコンで改めてプレイする際はそのコマンド入力が面倒に感じただろう。そんな AI システムの仕組みを可能な限り分かりやすく解説する。1. はじめにドラゴンクエスト4導かれし者たち。ドラゴンクエスト4の人工知能はいかにプレイヤーのパーティと敵モンスターたちとの戦闘が面白い体験にできるかをテーマに、様々な評価値や先読みのシミュレーション、ルールベースを組み合わせて構成されている。このような人工知能技術は1990年というデジタルゲームの人工知能としては極めて早い時期に発表されたまとまった成果である。ファミリーコンピュータ、任天堂、1983年 CPU8 ビット 1.79MHz 超で構成された人工知能としては最高度のレベルを持つものである。わずか 16kB のワーキングラムと膨大な AI 学習効果を 128kB に収めている。先日公開した PC8801 の世界のテキストと同じ容量である。また現代のゲーム AI に照らしてみても参考にできることは多く、プログラマの技術、デザイナーの盛り込んだ様々な工夫は時代を超えてこれからの知見の宝庫となるものである。 AI を含むゲーム全体のゲームデザイナーである堀井雄二氏、チーフプログラマの一人であり、 AI を全般的に受け持った山名学氏にインタビューを行い、その内容をまとめたものである。途中で神という定義が出るが、シリーズ作品の神とは無関係である。2. ドラゴンクエスト4の AI システム概要。ドラゴンクエスト4の AI が導入されているポイントは、仲間キャラクター AI と敵キャラクター AI である。仲間キャラクター AI とは、プレイヤーキャラクターと一緒に戦う仲間キャラクターの持つキャラクター AI のことである。つまり仲間キャラクターの認識、意思決定システム、行動の一連のシステムを意味する。逆に敵キャラクター AI とは、プレイヤーキャラクターを攻撃してくる敵キャラクターの持つキャラクター AI のことである。つまり敵キャラクターの認識、意思決定システム、
行動の一連のシステムを意味する。ドラゴンクエスト4の戦闘は仲間側がプレイヤーを含み最大4体、敵側は1体から数体の敵とターンベースで戦う。ゲーム前半では仲間キャラクタもプレイヤーが操作するが、後半はプレイヤー以外の仲間キャラクタたちに作戦をセットすることで一定の方針を持って戦闘させることができるようになる。作戦はみんな頑張れ、呪文を節約、ガンガン行こうぜ、命を大事に、いろいろやろうぜ、呪文を使うなの6種である。それぞれのキャラクタの行動を AI が決定する。またそれぞれの作戦で仲間キャラクタの意思決定の仕方が変化する。一方キャラクタは開発において様々なレベルの知能の敵が設定できるようになっており、そのレベルに応じて攻撃のための意思決定を行う。3. AI 導入の背景。仲間キャラクタの AI の導入にはドラゴンクエストシリーズの歴史の中でユーザーの行えることが増加していったという背景がある。ユーザーが行えることが増加すると、そういった自由度を楽しめるプレイヤーから面倒くささが勝ってしまうプレイヤーまで幅広いプレイヤーに満足を与える必要が出てきた。そこで AI に仲間を操作させること、さらにその AI の戦略の選択はプレイヤーから可能なようにした。つまり増加する戦闘における操作の複雑化に対する緩和策として AI の導入があった。さらに堀井氏は意のままにならない他人と旅をするというコンセプトを実現したかったと述べている。ドラゴンクエスト4の AI 設計のミーティングはその形が固まるまでに1年に及んだ。そこで話し合われたのは敵モンスター、仲間キャラクタの意思決定を行う AI であった。 AI の導入について堀井氏は以下のように説明している。最初から言うと、なんで AI を使おうと思ったかの話です。仲間が増えてきて、全員命令させろだと面倒くさいだろう。仲間は仲間でいろいろ人生がある。行動も仲間で考えた方がいいんじゃないかと考えました。それで AI を導入しようと決めました。では AI にする場合どうしようかと。この堀井氏の発言にあるように、ドラゴンクエスト4における AI の導入はその開発当初から企画され、ゲームデザイン全体のコアとして形成されていった。5. AI システム、ゲーム設定。先に敵キャラクター側の AI を解説する。自キャラの AI と大きく関係するからだ。本章では戦闘における設定を解説する。1. ダメージ設定。まず物理攻撃に関してはゲームシステムの原理として以下の式によってダメージが計算される。それぞれの敵に対してダメージ評価式の値を計算する。この攻撃ダメージに関する乱数について山梨は以下のように述べた。乱数の幅は決まっておりました。会心の一撃は95から105みたいに、数字は正確ではないですが、とにかく決まっていた。通常攻撃は固定のパーセンテージ、一定区間内の値を乱数で決定。エンカウント、つまり歩いていて突然に敵モンスターと会う時の確率は、サイコロ複数面体、X 小振りみたいな感じで、標準偏差的なカーブが簡易的に作れるようにやっていました。ダメージは物理攻撃以外にも呪文攻撃があります。例えばメラなどのダメージは真ん中を10だとした場合に8から12みたいな数字でした。だいたいこんなもんでしょうみたいなのを堀井さんと2人で打ち合わせて調整していました。またある敵モンスターに対する呪文攻撃は以下のように計算される。呪文攻撃ダメージイコール呪文のダメージ力×その属性の攻撃が効く度合い。呪文のダメージ力は中心値と乱数のばらつき幅を持っており、それに準じて乱数で毎回その振れ幅の中で決定される。この呪文ダメージの乱数によるばらつきについて山梨は以下のように述べている。こうした理由は各呪文は属性だけでなくその雰囲気も重要視したかったからです。メラ系は火力が集中するためばらつき幅は小さく、一方バギ系は強力だが風系のためばらつき幅が大きなイメージがあるみたいな感じです。結果、仲間キャラの個性付けや仲間キャラはどの場面で先発採用するかなど、プレイヤーの選択がゲームに若干の影響を与え、各プレイヤーの独自感が出るようになったと思います。このようにダメージ量の設定、ゲーム全般のゲームデザインと関係しながら設定されている。2. モンスター仕様設定。各敵モンスターは36マスのテーブルで仕様が定義されている。このマス
は2から数ビットからなるメモリ領域のことである。その属性の攻撃が効く度合いは耐性と呼ばれる。この耐性は各敵モンスターの性能を定義する36マス1マス2から数ビットからなるパラメータテーブルの中で定義される。耐性テーブルによって敵モンスターに対する呪文攻撃の効果はそれぞれの敵の種類に対してどの呪文がどれぐらい効くかが設定される。例えばメラ系、ティラ系、ヒャド系、イオ系などの攻撃呪文に対する耐性などである。このテーブルは攻撃呪文に対する耐性の他に毒、眠り、麻痺などの状態異常に対する耐性、HP、MP、攻撃力、守備力、特定のアイテムを落とす確率、8段階、落とすお金などの属性が設定されている。攻撃呪文に対する耐性は2ビットのテーブルであり、0から3までの数値が設定される。0から3には表のようにそれぞれの攻撃呪文が効く度合いが対応付けられている。例えばはぐれメタルなどは多くの攻撃に対する耐性が3で定義されている。この表の確率はゲームを通じて固定されている。堀井氏はこの敵モンスターの持つテーブルについて以下のように述べた。1個のモンスターのマス目が36マスある。攻撃力、守備力、HP、お金などが設定される。これを1体1体作るために時間がかかった。200体だと1月ぐらいかかる。シナリオを書いた後、時間をかけて作成した。また山梨はテーブルの内容について以下のように説明した。耐性のテーブル、毒とか氷とか火とかが0、1、2、3まであって、3だと効かない。それぞれ100、70、30、0%。これは固定です。0が効く、はぐれメタルなどは全部3なのです。3になっていないとダメなので、僕の方でチェックしていた記憶があります。抜けてしまうと毒が効いて死んじゃうとかね、そういうことありますから。質問、36個の中身はどうでしたでしょうか？僕が覚えているのは、メラ、ティラ、ヒャド、イオ、ザキ、ザラキなどが並んでいて、後毒とか、眠りとか、麻痺とか、この後ろに多分属性がある。はぐれメタルは全部3じゃないですか。何も効かない。鉄壁の3。メタル系はドラゴン系の攻撃だと設定する値が0、1なのですよ。ドラゴンキラーできるとダメージ倍とか。昔はテキストで書いていたのですよね。今は表計算ソフトみたいなのがあるからいいですけど。質問、お金落とす率もありますか？お金落とす率はまたこれと別にあって、落とす率じゃなくて額が入っていました。多少ランダムを追加していたかもしれません。あとは、このアイテムを落とすという確率が確か0から7まで8段階だった。落とすアイテム ID と確率とセットで1個だけありました。256分の1か512分の1がどちらだったか、落とすのが一番確率低かった。あとは HP、MP、攻撃、守備がある。あとその36マスアクション ID が入るのですけれど、例えば叩くとか、メラを打つなどです。質問、モンスターを定義する36マスの各マスは何ビットなのでしょうか？共通して全て2ビットでしょうか？それともマスによって異なるのでしょうか？特にアクションテーブルの6マスは何ビットでしょうか？耐性マスは全て各2ビット、アクションテーブルの6マスは各マスにアクション ID が入るので、アクションの種類数をカバーできるビット数が必要。当時のアクション種類数は全モンスター合わせて256種で収まっていたが、ドラゴンクエスト4はモンスターが多いので512種までサポートしていた可能性がある。モンスター種が多くても素上攻撃のように1種で多くのモンスターに使えるアクションがあるので、最大でも512、9ビットで収まっている。アクションのマスは8ビットか9ビット、定かではない。このように敵モンスターの耐性、属性、行動は36マスのテーブルによって設定され、ゲーム開発中に固定される。6、AI システム、敵モンスターの意思決定。敵モンスターは多数の種類があり、とても賢いものからそうでないものまで様々な賢さの段階と質を作成する必要がある。1、敵モンスターの知能の段階。内部的な指標としては、敵モンスターの賢さの指標は動物、人間、神、ボスなどがある。ただし賢いからといって強いわけではない。動物の場合はチームの攻撃ターンが始まった段階で意思決定を行う。意思決定のタイミングと行動のタイミングがずれる。人間、
以上は魔法トーンで呪文が封じられているなどのフラグを見て呪文を使用しないなどの行動をとる。神は自分のターンで意思決定を行う。人間はフラグを見に行くので処理が他より重い。頭が良い敵は自分より強い敵から逃げる。2、敵モンスターの攻撃判断。敵モンスターがプレイヤーを攻撃する仕組みは以下のようである。6マス1マスは2ビットのリストがある。各敵モンスターの種類ごとにこの6マスには物理攻撃、ベギラマ、ヨナズン、逃げるなど攻撃の方法が指定される。この6マスの中から行動を選択していくが、この行動の選択にはいくつかの型が存在する。この型について次節で述べる。2、3敵モンスターの行動の型。敵モンスターの行動選択には型、方法が指定される。この型は各敵モンスターでゲームを通じて固定である。例えば平地、坂、崖など乱数によって選択する場合の選択確率の分布が設定されている型から、回転、回転にのように選択する順番が指定されている型まである。平地、坂、崖の型はそれぞれのマスの選択確率を幅として乱数を振って選択する。統計的には選択確率が高いものほど選ばれやすい。平地の場合は全てのマスが同じ確率であるから、全てのマスで指定された行動が同確率で選択される。坂の場合は0番から5番に向かって傾斜する確率分布であるから、0番が最も選択されやすく、5番へ向かって選択されにくくなる。崖は0番が極端に選択されやすく、5番へ向かって急激に選択されにくくなる。崖型はホイミスライムのホイミなど行動に顕著な特徴がある場合に用いられる。回転型の場合は順番にマスが選択され、最後まで選択するとまた最初のマスに戻る。1、2、3、4、5、6、1となる。回転に型の場合は6マスの中で2マスずつセットにして、そのセットのいずれかを選択する。1、2マスのうちどちらかを選択。3、4のどちらかを選択。5、6のうちどちらか選択。これを繰り返す。6マスの中の行動の指定には重複があってよい。例えばヨナズンを6マスのうち2マスどこかで指定しておけば、そのキャラクタはヨナズンを頻度高く放つ敵キャラクタとなる。道具を使うはなく、ただ表示されるメッセージだけが違う。例えば回復は内部的には MP0 のホイミを使うように指定している。この同効果を別名でメッセージすることはバリエーションと呼ばれる。行動選択のタイミングは、賢いキャラクタは自分のターンが来た時に意思決定を行うが、そうでないキャラクタはチームのターンが来た時に意思決定を行う。後者の場合、行動の選択タイミングと実行タイミングで状況が変化するために、状況にそぐわない行動が選択される場合が起こりやすくなる。この6マスを使った攻撃の型について堀井氏は以下のように説明した。敵モンスターも AI 攻撃パターンを持っています。敵モンスターの知能は2ビット4パターン。要するに動物とか神とか頭良いキャラクターは MP が使えないと呪文を打たない。頭悪いキャラクターは MP がなくても呪文を使ってしまう。この知能のランクによってどこまでこちら仲間キャラクター側のパラメータや自分の置かれている状況を見るかが決まる。6つのマス目から行動を選ぶ方法も型を作った。回転、平地、坂、崖などがある。またバリエーションについて山梨は以下のように説明した。道具を使ったというメッセージがある。やっていることはホイミとか通常攻撃と変わらないが、メッセージが違う。なんとかは薬草を使ったと表示するが、中身は MP0 のホイミを使うという感じです。これをバリエーションと呼んでいて、プログラムの中身は変わらないが、メッセージだけでキャラクターの雰囲気を作るためのものです。ドラゴンクエスト4の頃は16種類程度あったと思う。このように6マスの行動テーブルとその選択の型の二重構造によって敵モンスターの行動に多様性をもたらしている。4、敵モンスターの攻撃対象者の決定。敵モンスターはプレイヤーと仲間キャラクターの中から攻撃する対象を選ぶ。対象を選ぶことをターゲッティングと呼ぶが、このターゲッティング技術はゲーム AI 技術の中で最も重要な技術の一つである。山梨は
ドラゴンクエスト4の敵選択アルゴリズムについて解説した。以下はまず呪文が型によって選択される場合である。敵モンスターは仲間キャラの恐怖値を見て最も恐怖値を減少させるということは実装していないと記憶している。恐怖値とは戦う相手の強さを数値化したものである。詳細は口述する。理由は敵が賢すぎるとゲームとして進めるのが困難になりつまらなくなるからである。味方の行動は賢く敵はランダム感があるように設計していた。モンスターの行動&対象者決定はおおよそ以下の流れである。ホイミスライムがホイミしまくるのは崖型でホイミ MP 無限動物ゆえにである。次に物理攻撃が選択された場合には長期とは攻撃対象者の選択の仕方が異なる。敵モンスターの通常攻撃の対象者選択は味方キャラクターのパーティ順列に依存した確率で選ばれる。正確な選択確率の数値ではないが生存者のみ戦闘から16分の6、16分の5、16分の3、16分の2のような感じ。戦闘の方が選ばれやすく後ろの方が選ばれにくい。敵が賢くなりすぎることを避けるため味方キャラの HP や状態は考慮せず単純な確率で選ばれる。このため戦闘の方に体力があるキャラを配し後ろに呪文回復系を配置するのが一般的となる。いわゆるユーザがよく使うユセマソ、勇者、戦士、魔法使い、僧侶、ドラゴンクエスト3でユーザから生まれた言葉。ドラゴンクエスト4では最後が新刊に相当するのフォーメーションはこの仕様によりおそらくはドラゴンクエスト3の頃からできたものと思われる。通常攻撃に準ずる行動イコールメッセージ表現が異なるだけで中身は通常攻撃と同じ行動。敵の特色をより鮮明にするためになんとかの攻撃というメッセージを例えばなんとかは蹴りを放ったのように差し替えている行動がいくつか用意されている。これらは通常攻撃のロジックで動いている。このように一定以上の賢さを持つ敵モンスターの呪文の使用における攻撃対象者選択ではプレイヤーから愚かなと見える行動を回避するように設計されている。また物理攻撃の攻撃対象者選択はプレイヤーがフォーメーションを考慮するきっかけとなった。5. 逃げるを含んだ行動のロジック。どうしても行動テーブル6マスの中にできることがない場合は通常攻撃が強制的に実行される。また山梨はこの6マスの行動テーブルを使った場合の逃げるを含んだ行動について以下のように説明した。動物、人間、神という知能のランクがある。0、1、2まで。例えば行動テーブルに逃げるが入っていた時に敵モンスターから見てプレイヤーの方のレベルがすごく高かったら逃げる。そういうことを考えるのが人間と神。それは行動ごとに決まっている。だからスライムはたまに逃げる。頭の良い敵はこちらが強いと逃げたりしますがあれはそうです。ただこれは堀井さんの方針もあったのですけど神だから強いわけではない。6マスの中に逃げるが書いてないと逃げないです。人間以上だったら相手とのレベル差を見て逃げるか逃げないかを決めるというようになっています。まずここの確率敵モンスター行動の6つのマスによっていずれかの型で逃げるが選ばれたとする。逃げるが選ばれたら今度は知能を見て考えて逃げると決めたら逃げる。逃げないと決めた時はここ逃げるをマスクしてもう一回選び直す。またこの6マスの行動がいずれも行動不能である場合の回避策について山梨は以下のように説明した。通常攻撃は考えると結局実行できるところに落ち込むのですけど場合によっては全部逃げるなど書いている。そういうのはあんまりないですが全部考えてやる行動が行動テーブルに書かれている敵モンスターもいます。そういう場合書かれている行動が今できないとなった場合には通常攻撃を行うというロジックが組まれています。書かれている行動がどれも条件に合致しない、何もできないとなった時は通常攻撃を行う、マホトーンがかかっている、逃げられない、どうしようという時には通常攻撃になるわけです。このように行動テーブルを用いた意思決定の例外処理ともいえる対処策がなされている。また逃げるに関しても特殊な処理がなされている。まとめ、
このように敵モンスターの行動では行動テーブルを設定し、その使用の仕方の型を決めることで行動が決定される。またそれでも対応できない場合には回避策が用意されている。テーブルと型の2つの自由度を駆使することで多様な行動を実現している。7. AI システム仲間キャラクタの意思決定。みんなついてきてるであろうか。さてここからがお待ちかねの仲間キャラ AI である。仲間キャラクタは AI による意思決定が行われる。チームに作戦をセッティングすることで仲間キャラクタの AI によって戦闘を自動的に動かすことができる。ここでは仲間キャラクタの AI について述べる。仲間キャラクタは自分のターンが来た時に行動と対象の意思決定を行う。すなわち戦闘している敵モンスターの全員に対してそれぞれ物理攻撃、自分が使うことができる呪文攻撃に対してその効果を以前述べた数式によって計算する。このダメージをもとに本章で説明する恐怖値が算出され、この恐怖値の様々な比較が意思決定の多様性を生み出すことになる。堀井氏は恐怖値による敵選択について以下のように述べた。仲間キャラクタの意思決定では、敵モンスターの出方を考慮して、どうやって恐怖値を下げていくかを考える。ある敵モンスターが平均的に与えるダメージを考慮して、誰から倒すかを考える。恐怖値が高いものから倒す。ただ、一撃で仕留められるものがあるなら、それを仕留める。味方にも知能指数があって、考えるか、考えないかがある。いろいろなものを比較して考えていく。また山梨は当時の AI の技術を調査した上でハードウェアの性能に鑑みて技術選択したことを述べた。最初はニューロンとか正式な AI をしようと思ったけれど、すぐに無理だと分かった。そこで評価関数的なものを恐怖値から導き出して、各仲間プレイヤーが持っているメラとかホイミとかザラキとかそういうものを使って恐怖値を次のターンでどれぐらい減らせるかを予測して、それら可能な行動の中から最も高いものを選ぶという手法を取った。以下この恐怖値をベースにした意思決定の詳細について述べる。1. 恐怖値による攻撃対象の選択。複数の敵と戦う場合、最初のステップとして相手の恐怖値を計算する。恐怖値とは自分から見た相手キャラクターの脅威度のことである。この恐怖値は常に HP に換算して計算される。敵モンスターの恐怖値は以下の式で与えられる。恐怖値イコール基本恐怖値足す加算恐怖値。基本恐怖値はそのモンスターそのものの恐怖値、つまりその敵モンスターが自分のパーティーに与えることができるダメージの平均である。物理攻撃の場合、ダメージ式から乱数を除いた値の平均である。加算恐怖値は補助呪文や効果などそのモンスターに付随する恐怖値である。ホイミスライムの場合には共に戦う敵モンスターの HP を回復するので、その回復する敵モンスターの恐怖値を自分の恐怖値に加算し恐怖値とする。仲間キャラクタの行動選択原理は現在の状態から最も多くの恐怖値を減少させる行動を選択することである。山梨は恐怖値の算出について以下のように解説した。モンスターの恐怖値イコール基本恐怖値足す加算恐怖値です。基本恐怖値はモンスターの攻撃力や呪文から味方側に与えられるダメージをもとに算出する。実際の計算は覚えていないですが、味方に与えるダメージの平均値と考えて良いです。毒は基本恐怖値に考慮される。眠り、麻痺は基本恐怖値に考慮されるのですが、評価の方法については記憶が曖昧です。加算恐怖値は回復、蘇生を持っている場合、その場にいるモンスターの基本恐怖値を自身の恐怖値に加算します。例えばベホマスライムの場合、1ターンで自分以外の誰かを全開させてしまうので、自分を除くモンスターの恐怖値の平均値を加算恐怖値とします。ホイミは全開はさせないので、加算恐怖値は回復パーセンテージだけになります。ベホマズンの場合は敵キャラの全てが加算される計算です。ザオリクなどの蘇生も同じ考え方です。例えば敵 A が自分に100のダメージを与えることができるのであれば、恐怖値は100である。ホイミスライムが自分に20のダメージを与えるだけであったとしても、さまよう鎧をホイミで回復することが可能であれば、自分の恐怖値20にさまよう鎧の恐怖値100を足して120の恐怖値となる。数値はあくまで解説のための例である。キャラクター A はもしそのターンでスライムを倒すことができるが、さまよう鎧とホイミスライムを倒すことができなければ、スライムを倒すことで恐怖値を7減らすことができるので、
スライムへの攻撃を実行する。一撃で倒せないのであれば恐怖値が高い方の敵を攻撃する。またスクルトのように味方の守備力を上げる呪文は評価が難しく、多くの場合でスクルトが実行されることは少ない。この仕組みの上で発売後話題となったクリフトがザキを頻繁に放つ特徴について堀井氏が説明を行った。なぜクリフトがザキばかりを使うかといえば、例えば HP100 ある敵モンスターと戦闘する場合、物理攻撃30与えられる。ザキだと効くか効かないかわからないが、もし効いたらフルで100効く確率をもし 50% とすると、ザキの評価値は50。そうするとザキの評価値が高くなってしまって、クリフトはザキばかり唱える。あと、10回戦闘をして覚えていくということもテストしてみたけれど、10回は長い。そこで、敵モンスター側に僕ザキしてよ、僕らリフを聞くよ、という情報を持たせるアイディアもあったのだけれど、それは嫌だといった色々予得説があって、そこで恐怖値を下げる方法をしよう、という方向になった。また、山梨は仲間キャラクターの意思決定の詳細について以下のように説明した。敵モンスターの表にある行動と確率からプレイヤー側に及ぼす影響が計算できる。例えば、スライムは7のダメージを誰かに与える。さまよう鎧ならば100与える。ホイミスライムは120与える。というような計算をする。なぜホイミスライムが一番高いかといえば、こいつら敵モンスターたちを回復させてしまうから。敵評価を全部 HP に置き換えて数値化する。つまり敵がどれくらいの脅威を与えるかというのを HP に置き換えて全部数値化する。ホイミスライムは小さいけれどさまよう鎧の仲間を回復させるので怖い。それぞれの敵モンスターが仲間キャラクターに与える物理攻撃や呪文攻撃をプレイヤーから全部シミュレーションし計算する。仲間キャラクター A から敵に対してどれだけ攻撃を与えられるかを計算しておく。仲間キャラクター B についても敵に対してどれだけ攻撃を与えられるかを計算しておく。こういう計算を全部やっておく。プレイヤー側で仲間キャラクター A から仲間キャラクター B へ攻撃が移る。どの行動を取るとベストかを評価する。すると、スライムは HP7 だからダメージ8与えると全て消すことができることがわかる。今のターンの恐怖値の合計と、次のターンの恐怖値の合計を計算しておく。今、スライムを倒しておくと、スライムの恐怖値を0にすることができる。確実に恐怖値7消すことができる。しかしスライムを倒したとしても、さまよう鎧が生き残ると100の恐怖値、ホイミスライムが生き残ると120の恐怖値が潜在的に残ってしまう。こういう場合、スライムへの攻撃を選ぶ。スライムを倒せば、次のターンの恐怖値を総合で7減らすことができるから、他の一撃で倒せない敵を攻撃して残すよりも恐怖値を合計の減少に対して最も良い結果が得られる。このように、仲間キャラクターの意思決定は敵モンスターの恐怖値の総合値の減少を最大化する行動を選択する。そのために、仲間キャラクターの可能な攻撃をすべてシミュレーションして、もっと高い減少をもたらす行動を選択する。2、仲間キャラクターの回復行動。前章では攻撃行動の意思決定について述べたが、本節では回復行動が考慮に入る場合を解説する。そのためには、相手の攻撃をシミュレーションに組み込んだ意思決定を行う。この意思決定について山梨は以下のように解説した。回復に関しては、次に、仲間キャラクターの中で、恐怖値7減らせる人が死んでしまうとはどういうことかを計算する。仲間キャラクターがスライムに攻撃されたことで死んでしまう。さまよう鎧に攻撃されたことで死んでしまう。ホイミスライムに攻撃されたことで死んでしまう。ということがある。そこで味方キャラクターが死んでしまう確率を計算しておく。そうすると、その仲間キャラクターが恐怖値を減らせる確率が減ってしまうことがわかる。そこで恐怖値を減らすキャラクターが死んでしまわないように、回復呪文が入る。その後で HP の敷地による通常の回復が入る。この先読みの仕組みは、ドラゴンクエスト4だけ。ドラゴンクエスト5はスーパーファミコンでもう少し楽にできた。この仕組みは複雑で毎回ワンターンで3、4秒かかった。そこで高速化のために、コマンドにカーソルが合うと計算が始まるようになっていた。ページがめくれるときに計算を行う。プレイヤーは画面が動いているときには時間間隔は止まっているので、待っている感覚がないからです。このように回復選択では敵の恐怖値を下げることができる仲間キャラクターがあと一撃で倒されることを予測して先回りして回復呪文をかけておくという仕組みが導入されている。3、二重の恐怖値。この表のケースでスライムが倒された後の状況を考える。
すると恐怖値はホイミスライムが120、さまよう鎧が100である。仲間キャラクター側はどちらも一撃で倒せる状況にあるとする。恐怖値の減少を最大化する行動を考えるとホイミスライムを倒すという選択となる。しかし実際はさまよう鎧の攻撃によるダメージが大きいので、さまよう鎧を倒す方が正しい。この思考を是正するためにホイミスライムは実際の他の敵モンスターの補助を抜いた20という恐怖値と120という二重に恐怖値を持っておいて、ホイミスライム20とさまよう鎧100を比較してさまよう鎧を攻撃することにする。二重の恐怖値について山梨は以下のように説明した。例えばさまよう鎧とホイミスライムがいる場合、さまよう鎧を一撃で倒せる場合はさまよう鎧を攻撃しに行くのですけれど、3回攻撃とか4回攻撃の場合はホイミスライムから先にやっつけておかないとなかなか戦闘が終わらない。さまよう鎧の持っている恐怖値が例えば100だとしたら、ホイミスライムは全部で120という恐怖値になっています。しかしホイミスライムはホイミがあるからさまよう鎧のおかげで高い恐怖値であって、実際は20くらいしかない。そこでリアルの恐怖値とそのホイミも含めた恐怖値の二重に持っているあと一撃で両方を倒せるという時に、120のホイミスライムよりも総合100のさまよう鎧の方を倒すというようなことをやっていました。このように二重の恐怖値を使い分けることで効率的な攻撃対象の選択を実現している。4. 仲間キャラクターの主観値の導入。仲間キャラクターは敵モンスターの呪文耐性に対する主観を持っている。この表のように呪文の効く度合いは2ビットのテーブルで定義されている。しかし仲間キャラクターはある敵モンスターの種類に対して呪文の効く度合いをそのままこのテーブルのように考えているわけではない。例えばこの表のようにキャラクター E はある敵モンスターに呪文の効く確率を100、60、20、0% のように考える。この仲間キャラクターが固有に持つ判断の値をここでは主観値と呼ぶことにする。この主観値のテーブルを用いることでキャラクター E の意思決定が個性による補正を受けることになる。つまりある呪文に対してフラグ位置が設定されていればそれは事実としては 70% 効くはずなのだけれど、仲間キャラクター A は 60% と考えて判断するということである。こういった主観的に読み替えるテーブルが仲間キャラクターごとに定義されており、このテーブルによって仲間キャラクターの判断に個性をもたらすことができる。例えば 70% 効く、オスカンでは 50% 効くと設定しておけば呪文を使うのに慎重なキャラクターとなる。仲間キャラクターが敵モンスターの36マスのテーブルを見えているかという質問に対して堀井氏は以下のように答えた。質問：仲間キャラクターからは敵モンスターの攻撃力など敵パラメータの中が見えていますか？攻撃力など見えています。なぜ知っているのかというと補助呪文の話です。補助呪文だけは効く、効かないが AI で判断できなかった。質問： AI としてはラリホーが効くというのは分かった上でラリホーを選択する？完全にはわからない。ラリホー何%効くと分かった方が AI 的には賢くなる。だんだん戦うと見えていく。仲間キャラクターの主観の導入の経緯について山梨は以下のように述べている。さっき言った呪文が効く確率の4段階、0、30、70、100についてです。例えばザラキが効く確率を 70% として、それでさまよう鎧を倒せるとすると、さまよう鎧への攻撃を選択する。恐怖値が高いから次の恐怖値は大きく減りますので選択します。そこでプレイヤーが選びに行くと、プレイヤーから全然効かない感じがする。これは本物臭い AI がいいのか人間臭い AI がいいのかという話です。本物臭い AI だったらちゃんと70は70で評価しようということになりますが、プレイヤー的には 70% で設定してもザラキみたいな呪文はあまり効かないという感覚があるのです。なぜなら失敗した時の方が記憶に残るからです。失敗するとさまよう鎧のような強い敵が死なずに残るので、失敗した時の心理的ダメージが大きい。だから失敗した時の方を考えるべきであった。呪文が効かずに外れた確率にその恐怖値をかけてその評価もすればよかったかもしれないが、それはしなかった。そこで最後の最後でこれをどういう風に70を見るかという議論があった。実は別に各仲間キャラクターに主観値を定義するテーブルがあった。AI は確率をいくつで見るか、0は0、
30は例えば20ぐらいで見るかとか、70は60ぐらいで見るかとか、100は100で見るかとか、こうやって各仲間キャラクターが認識する評価値を落とすのです。そうすると70というところを60と見ることで呪文を使う頻度が緩和される。ここの調整を厳しいデバッガーの方が選んだというのもあって、そこで決まったのがドラゴンクエスト4のファミコンの値です。本物臭いか演技かの判断を迫られていた。他にも試先を持っているキャラクターがいたら、このテーブルはキャラクターに紐ついて持っているので、これでキャラクターの個性が出せる。例えばクリフト以外に1人ザキを使うキャラクターがいたら、この値を変えることでザキを慎重に使うように変えられる。もう開発の終わり際で忙しくてそんなことは誰も言えなかったので、そういったキャラクターが設定されたわけではない。このようにキャラクターのスカンは敵モンスターに設定された耐性に対する仲間キャラクター側の認識に揺らぎと個性をもたらそうとするところから発想された。5. テーブルによる仲間キャラクター学習。仲間キャラクターは前章で述べたように敵モンスターの呪文耐性に対する主観を持つ。そして実際の呪文耐性を参照するのではなく、主観値を参照することでその主観値に基づいた呪文の効果を算出し、攻撃や呪文の使用を決定する。しかしその主観値は一定ではなく次第に変化するように設定されている。これは簡易的な学習の機構である。以下に詳細を述べる。仲間キャラクターは敵とのエンカウントを繰り返す中で、敵の種類に対してどの呪文がどのように効くのか学習を行う。エンカウントの回数には2ビット、0、1、2、3の4段階が設定されている。このエンカウントの段階フラグはチーム全体、仲間キャラクター全体で共通で各敵モンスターに設定されている。またこのエンカウント回数によって段階が上がる上がり方は全仲間キャラクターに共通である。このエンカウントと段階フラグの関係について山梨は以下のように解説した。これについては記憶が定かではありませんが、当時メモリが大変少なかったこともあり、仲間キャラ全員が共通で全敵モンスターとの遭遇回数という形でカウントしていた。例えばモンスターが200種いれば 200×2 ビットで400ビットというフラグ容量になる。各モンスターの評価はフラグのカウントにより決まる。カウントが0の敵に関して耐性などは全くわからないので、全て引くとし、カウントが進むにつれて耐性判断が正しい値に収束するのが原則。ただしザキ系のように0か1的な呪文についてはカウントが0だとあまりにも MP を消耗する形になりがちなので、各耐性についてカウントごとにどの程度の評価とするかをデータとして持っていた。それでも少し聞き寄りに設定したため、クリフトのザキはユーザーの皆さんに厳しい評価をいただく結果になってしまった。このようにそれぞれのモンスターごとに0、1、2、3の4段階のエンカウント段階フラグを持ち、それに応じた耐性フラグを用いた意思決定を行うことで学習が行われていく。まず初見は0であり、敵モンスターとのエンカウントを重ねるごとに1、2、3と段階を登っていく。そしてその段階ごとに前節で解説した主観的な呪文耐性のテーブルが設定されている。この表はキャラクターごとに設定されており、どのような学習過程でどのような耐性の判断へと変化していくかという個性を定義するものである。例えば全く見たことのない敵モンスターと出会う初見では呪文耐性がわからないので、全部100に設定しておけば実際にどのようなフラグが敵モンスターに設定されていようと呪文を聞くものだと思い込んでその呪文を放つ確率が高まる。そしてエンカウントを重ねるうちに次第に主観的な呪文耐性の値へと変化していくことになる。このテーブルは各キャラクターに一つ設定されているものであり、全呪文、全モンスターに対して適用されるものである。この変化する主観値について堀井氏は以下のように述べている。キャラクターは最初はどの呪文がどの敵モンスターに効くか知らないから、だんだん戦うと主観値として設定された値を見れていく。敵モンスターの36マステーブルではメラ、ギラとかバギとかキャドとかそういった系統についてギラ何%とかザキ何%とか全部確率持っています。主観値設定は0、30、60、100などです。実はザキなどは半分くらい効くというようにユーザーに思ってほしかったわけですが、
この確率を正確に 50% に設定してしまうと聞かなかった方を印象的に覚えてしまうので、半分聞いたとは思ってくれないわけです。そこで 60% に設定することで、半分くらい聞いたなと思われるだろうと判断しました。次第に何回戦ったかで判断する、主観値を変化することようになっていきました。質問。何回か倒したら呪文耐性への認識を変化させていくということですか？例えばこのキャラクターにギラが効くというのは、ギラを実際にはなってダメージを与えられたから効くということを覚えるのでしょうか？それともちょっとずつ効くということを10、20、30で上がっていくといい感じでしょうか？そういう面倒くさいことはしてないです。何回か戦うと、最初から主観的な呪文耐性テーブルを変化させて見てしまう。また、山梨は仲間キャラクタ学習の導入の経緯について以下のように述べた。この主観値の表は実を言うと0、1、2、3という段階があった。その敵と出会った時にその敵のことをどれぐらい知っているか、当然出会ったことが多い方が前述の呪文耐性の最終的な主観的な値に近くなるようにしてあった。初見の設定はよくわからないから何でもやってみようという値が設定してあった。アリーナの0、1、2、3の評価はこうですという表がある。クリフトとはこうですという表もあります。このようにキャラクタごとに決まっています。メラトザキトイオなど呪文の種類では変わらない。キャラクタが確率をどう評価するだけしか持っていない。AI らしく見えるためには学習が必要だという判断がされたのです。このようにそれぞれのキャラクタは敵モンスターの耐性について主観値を持ち、その主観値は敵とのエンカウントの回数によって変化する。これはキャラクタの判断が次第に変化するという意味で、機械学習による学習ではないが、テーブルによる簡易的なキャラクタの学習である。回復呪文について。回復呪文、ホエミ、ベホエミ、ベホマについては、HP を満タン近くにする呪文の中で、MP の消費量に対する回復効率が最も良い呪文を選択する。例えば、ベホマは満タンにするが MP 消費量がベホイミより大きい。ここでベホイミも HP を満タン近くにすると、1MP あたりの回復する HP の大きさはベホイミが大きくなるため、ベホイミが選択される。ベホイミがベホマより効率が良くても、ベホイミが HP を満タンにしない場合もある。ただ敵モンスターが弱い場合には、回復が検討されない場合もある。回復呪文の選択について、堀井氏は以下のように述べた。なるべく満タンに近いように回復する。満タンにしてしまうと、無駄が多いので、ほぼ満タンにするように回復する。また、回復呪文の選択アルゴリズムについて、山梨は以下のように述べた。呪文が回復する HP を使う MP で割り算して 1MP あたりの回復量というのを求めていました。ただ、これ結構満タンにならないことがあって、98% くらいにはなるのですが、残りの 2% が埋まらないこともあります。このように回復呪文の選択については、各種の回復呪文による回復度と消費 MP を見て、種別の選択を行う手法が取られている。まとめ。このように、仲間キャラクターは恐怖値の減少値を効用とするユーティリティベースの意思決定が行われている。その仕組みの上に先読み、回復判断が構築された。さらに公用に主観的な判断を介在させる仕組みが導入され、その発展としてキャラクタごとのテーブルベースの学習過程の構築がなされた。8. AI システム、作戦による仲間キャラクタの行動。前章では仲間キャラクタの意思決定の基本を述べた。前述したように、プレイヤーは仲間キャラクタに一括で作戦を設定することができる。作戦は、みんな頑張れ、呪文を節約、ガンガン行こうぜ、命を大事に、いろいろやろうぜ、呪文を使うな、などがある。これらの作戦の特徴は、仲間キャラクタの意思決定の仕組みの上に実現している。例えば最もわかりやすい、呪文を使うな、は、呪文の選択自体を最初からブロックしてしまい、それ以外の行動から行動選択を行う。以下に各作戦による仲間キャラクタの意思決定の変化のさせ方を説明する。1. みんな頑張れ。最も相手の恐怖値を減らす行動を選択する。ただ、そのような行動の中で MP 消費量が低い方を選択する。回復の検討は通常通り意思決定の過程に含まれる。2. 呪文を節約。ファミリーコンピュータ版だけにある作戦。
呪文に対する行動評価値を下げ、なるべく呪文を使わない。3、ガンガン行こうぜ。最も相手の恐怖値を減らす行動を選択する。また、この作戦では単純に相手に与えるダメージが最大の行動を選択する。例えば、イオラとイオナズンで敵を一掃できる場合、通常は MP 消費量が低い方を選択するが、この作戦はその判定をせずに、単純に与えられるダメージが最大のイオナズンを選択する。回復の検討はされない。4、命を大事に。他の行動と比較せずに、最初に回復の必要性が判定される。敷居値を切っていたら問答無用で回復する。この敷地は他の作戦より高い。回復の判定は敵モンスターが与える恐怖値を見ている。例えばさまよう鎧のダメージ量が100で、ある仲間キャラクターの HP が90、フルは120であればホイミがかけられるというような行動となる。受けているダメージの大きさで回復方法が違う。回復をしない場合は攻撃に移る。5、いろいろやろうぜ。道具の使用を含めて可能な行動の中からランダムで行動を選択する。道具を失うことに対する喪失感、不快感はプレイヤーによって異なるので、この作戦の場合にのみ道具を使うことになっている。6、呪文を使うな。呪文を一切使わない。他は通常の意思決定。作戦について堀井氏は以下のように説明した。ガンガン行こうぜは MP 消費量は関係なくて、一番与えられる大きなダメージを選択する。みんな頑張れは MP 消費量を見る。敵の HP がなくなる攻撃の中で、最も MP 消費量が低い攻撃を選択するので、結果的に敵の残り HP がちょうどなくなるような攻撃をする。命を大事には敷居値を切ったら回復する。ドラゴンクエスト4ではチームプレイ。仲間キャラクター同士の行動の組み合わせに無駄がなく、全体としての効率が考慮された行動をとっていること。はなかった。キャラクターは賢いキャラクターは自分のターンで、賢くないキャラクターはチームのターンの最初に考える。チームのビットが導入されたのは、ドラゴンクエスト5から。また作戦内の具体的なアルゴリズムについて山梨は以下のように説明した。いろいろやろうぜは、持っている道具の中で使えるものを乱数で選んでいます。そこは堀井さんとたくさん話をして、アイテムを失うことに対する不快感は人それぞれだから、道具を使うのはいろいろやろうぜだけにしようという風になった可能性は大きいです。プレイヤー側の恐怖値もあった。敵モンスターから見たプレイヤーの恐怖値があって、麻痺するってことは、敵モンスターから見たプレイヤーの恐怖値が減る。次のターンでお互いの恐怖値がどうなっているのか、どう推移するのか、プレイヤー側にメリットのある行動を選ぶ。ガンガン行こうぜは、何でもいいから相手の恐怖値で減らせるものを選ぶ。そうすると自動的に多くの場合、イオナズンになってしまう。イオラでもイオナズンでも相手を一掃できた場合に、よりダメージの大きい方を選んでいたのではなかったか。普通は恐怖値の減少が同じなのだから、MP 消費量が小さい方を選ぶ。しかし、ガンガンだからニュアンスの通り、ダメージが大きい方を選ぶことをやっていた記憶がある。そうしないと、みんな頑張れとの差が出ない。みんな頑張れは MP 消費量を見るというよりは、仲間と敵の間で相対的に恐怖値を最も減らすものを選ぶ。その中で MP が低い方を選ぶ。ガンガン行こうぜとの違いはそこしかない。命を大事に出ない場合は基本的に行動の評価を全部出す。しかし命を大事にの場合はまず回復の必要性を判定する。回復した方がいいとなったら問答無用で回復する。このように仲間キャラクターに対する作戦はそれぞれの仲間キャラクターの意思決定のアレンジの上に組み立てられており、個々の AI からチーム全体の AI までが有機的に設計されていたことがわかる。9、AI システム考察。本章では全体の概要をまとめた上で、ドラゴンクエスト4の人工知能技術が一般の人工知能技術全体の中で、またゲーム AI の中で現代とこれからで持つ意味について考察を行う。本項ではドラゴンクエスト4における人工知能について堀井氏と山梨へのインタビューを行い、その内容をまとめた。プレイヤーと共に戦う仲間キャラクターの意思決定と敵モンスターの意思決定において人工知能が構築された。ドラゴンクエスト4の人工知能技術の特徴は、大規模なテーブルベースのキャラクターの知識表現、
キャラクター表現とそれを用いたユーティリティベースの意思決定、さらにテーブルベースの学習である。マスは内容をまとめたプレイヤーと共に戦う仲間キャラクターの意思決定と敵モンスターの意思決定において人工知能が構築された。ドラゴンクエスト4の人工知能技術の特徴は大規模なテーブルベースのキャラクターの知識表現、キャラクター表現とそれを用いたユーティリティベースの意思決定、さらにテーブルベースの学習である。マスは本タイトル開発特有の言葉であるが、ゲームデザイナーとエンジニアが共通に議論するためのコンセプトとして重要である。マスからなるテーブルのその活用が本人工知能のコアコンセプトとなっている。モンスターは36マスのテーブルによって定義され、アクションリストの6マスはこれを実行する型があり、この型に従って1つのマスが選択されアクションの意思決定がなされる。このようなテーブルの用い方は2004年以降にゲーム産業で広く用いられている行動リストと実行モードとの関係に類似しており、キャラクターの意思決定における先駆的な仕事と言える。デジタルゲームの人工知能ではいかに直感的にゲームデザイナーが意思決定システムをカスタマイズできるか、作り込めるか、拡張できるかが重要であり、本システムはこの全てを満たしており、さらに発展的な活用がされている。仲間キャラクターは敵モンスターの恐怖値を持ち、その恐怖値の減少値を効用として、その効用を最大化するように行動する。敵モンスターはプレイヤーや仲間キャラクターの恐怖値を持たない。また、仲間キャラクターは認識のレイヤーを持つ。敵モンスターの耐性パラメータを直接参照するのではなく、それぞれの仲間キャラクターの認識するパラメータが実際のパラメータとは別に設定されている。また、この認識の変化を仲間キャラクターの学習とする。結果として、プレイヤーから見ると仲間キャラクターが経験によって成長しているように見える。有名なバグ。1、4回逃げると会心の一撃。ゲームでは4回逃げると 100% 逃げられるため想定していなかった。7回目では1ビットとなり4回目で桁が上がって0となる。その場所がパルプンテで発生することがある。必ず会心の一撃になるフラグの場所になっていた。こうして8回逃げるとパルプンテの効果が発生し、必ず会心の一撃が出る事象が発生した。2、83万8861枚のコイン。ファミコン版のみで使えるカジノの裏技。5章のカジノでコイン83万8861枚買おうとすると、本来ならば1枚20ゴールドなので1677万7220ゴールドもかかってしまうはずが、なんとたったの4ゴールドで買えてしまう。ものすごく当たり前の話ではあるが、以後5章中盤までのゲームバランスはとんでもなく崩壊する。緊張感ある冒険を楽しみたい人は手を出すべきではない。原因、実はこれ6桁の16進数を用いたバグによるオーバーフローを利用しているものである。ファミコン版ドラクエ4では扱えるゴールドの値が1677万7215まで。これは16進数で6桁の上限になっている。FFFFFF になる。1677万7216は16進数で10000000と7桁なので、7桁目が切り捨てられて00000になり、1677万7216ゴールド、0ゴールドと判断されてしまうので、コイン83万8861枚、1677万7220ゴールド、1677万7220 G-1677 万7216、4ゴールド、コイン83万8861枚、4G という仕組みで変えてしまうわけだ。83万8861枚ぴったりでなくても、金額がオーバーフローを起こす枚数なら OK。83万8862枚なら24ゴールド、83万8863枚なら44ゴールドとなる。3章ではコインの単価が高いため、8万3887枚でオーバーフローが開始するし、184ゴールド、99万9999枚までの間に何度もオーバーフローでゼロに戻って83万8861枚だと40ゴールドになる。
ちなみにこの場合で最も安く買えるのは92万2747枚を買う時である。なんと24ゴールドで済む。逆に2章では単価が安いために99万9999枚でも1677万7216ゴールドに届かないので不可能。ファミコン版ではハードの性能の限界があったのでこういった現象が存在することはある程度仕方ないが、購入に必要なゴールドを冷静に考えると一度に6桁を購入しようとするのが無理なのである。所持金の上限が9万9999ゴールドなので2章ですら9999枚前までしか購入できない。本作ではコインの所持上限が99万9999枚なのでそれをそのまま購入画面にも使ってしまったと思われる。容量制限の厳しい時代だったのでこのためだけに特別な処理を入れる余裕がなかったゆえの流用だったのかもしれない。というのも第2章のようにコイン1枚が10ゴールド程度であれば6桁でも不具合は起きないのでその前提で開発していた可能性がある。そもそも前作の格闘場はゴールドを直接かけていたのだからそちらが念頭にあればコイン1枚イコール1ゴールドのようなイメージで開発されていたとしても不思議はないだろう。完成の地にゲームバランス調整のために数値データをいじくるのはよくある話なので第3章と5章でのコインの単価が20ゴールド以上になったのは想定外だったのかもしれない。いずれにせよオーバーフローの見落とし感は否めないが後からプレイすれば簡単にわかることでも開発中はこうした初歩的な見落としが案外ありがちなのだ。リメイク版 TS 版以降ではこの裏技は使えなくなっている。ちなみに TS 版以降の移民のカジノにはこの裏技に言及する男がいる。もちろんこの裏技はファミコン版以外では修正され使えないのでこのセリフはスタッフの遊び心だろう。11僕たちにとってドラゴンクエスト4はどんな存在だったのか。ドラゴンクエスト4の発売日は1990年2月11日である。すでにメガドライブも発売されており次世代機スーパーファミコン登場まであと8ヶ月といった時期である。すでに PC エンジン版イース1、2も前年に発売されておりグラフィック面ではもう驚きはなかった。ファミコン末期の名作である。ドラゴンクエストシリーズは国民に愛され4も反対棒で迎えられた。未だにキャラクターが立っている4が一番好きだというファンも多いであろう。ボス戦で効くはずのないザラキを連発するクリフとも愛されたキャラクターであろう。そのサウンドも先行して発売された次世代機に負けていなかった。特に街のサウンドはシリーズで最も人気が高いであろう。それまでの完全懲悪ではなく敵もそれなりの理由があってボスが存在するシナリオにも心を打たれた。そして AI である。あれだけ色々言われても今 AI なしのドラクエ3を遊ぶとさすがにきつい。ファミコンの性能の範囲内で最大限の AI を実現していたのだ。章ごとの展開もありキャラクターへの愛着もナンバリングタイトル中一番であろう。当時発刊されていたドラクエ4コマの文化にも注目である。多数の漫画家が描くキャラクター描写でそれぞれのキャラクターへの愛着が増したであろう。現在まで続くドラゴンクエストシリーズであるが登場キャラクターの名前を35年経っても覚えてるのは本作だけであろう。杉山浩一先生と鳥山明先生は先に行ってしまわれた。僕も余命は短いのでそっちに行ったらドラクエ話に花を咲かせたいものである。今回の動画はここで終わりです。相変わらず長い動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。